今日は日本語でポッドキャストの日です。このチャンネルでは寝ながら聞く日本語ポッドキャストという動画をシリーズに作っていて、今回はその第5回目、生活用品の単語クイズをやっていきます。今回もぜひベッドで横になりながら聞いてみてください。目を閉じても大丈夫です。リラックスしながら聞いてくださいね。では始めていきましょう。1問目。これは歯磨きの時に使うもので、いろんな種類があります。一番ベーシックなのはチューブに入っていて、色がクリームみたいに白いですね。子供用のはいちご味とかバナナ味とかもあります。これは日本語で何でしょうか？正解は歯磨き粉、歯磨き粉です。最近はいろんな歯磨き粉がありますから、買うときに悩みませんか？皆さんはどんな歯磨き粉を使っていますか？おすすめの商品があれば、ぜひ教えてほしいです。はい、1問目の答えは歯磨き粉でした。じゃあ次は2問目です。これは靴を履くときに使うものです。玄関に置いてある長いものですね。かかとという足の部分わかりますか？足の丸い部分にこれを入れて、靴が簡単に履けます。お年寄りの方はこれがあると嬉しいと思います。はい、これは日本語で何でしょうか？正解は、靴べら、靴べらです。革靴をよく履く人は靴べらをいつも使うと思います。運動の靴だと柔らかいですから履きやすいですけど、革の靴は硬いですからね。スーツを着ている会社員とかはいい靴べらがあるかもしれませんね。はい。2問目は靴べらでした。じゃあ次は3問目です。これは服をかけるときに使うものです。服をしまうところ、クローゼット。クローゼットの中にたくさんありますよね。シャツとかジャケットをかけたり、洗濯した服を乾かすときにも使います。クリーニング屋さんでもらうこともありますね。プラスチックのものもありますし、木でできているおしゃれなものもあります。これは日本語で何でしょうか？正解はハンガーです。ハンガー。ハンガーはどんなハンガーを使っていますか？私は去年、形が丸いハンガーを買いました。そのハンガーを使ったら、セーターとかカーディガンが形が壊れないんですよね。普通のハンガーよりも高いですけど、おすすめです。はい、3問目はハンガーでした。じゃあ次は4問目です。これは風邪をひいた時や鼻水が出た時によく使います。箱に入っていることが多くて、白くて薄い紙ですね。テーブルの上やベッドの近くに置いている人も多いと思います。花粉症の季節はすぐなくなりますね。これは日本語で何でしょうか？正解はティッシュ、ティッシュです。日本ではポケットティッシュを道で配っていることがありますよね。駅の前で広告と一緒にもらったことがある人もいるかもしれません。この宣伝、
プロモーションを最初に考えた人は天才ですよね。確かに私もポケットティッシュに入っている会社の名前はよく覚えていますよ。はい。ティッシュ。これは4問目の答えでした。じゃあ次は5問目です。これは難しい単語ですけど、皆さんの部屋にあると思います。トイレの中とか車の中をいい香りにするために置くものです。小さい容器に入っていることが多いですね。花の香りや石鹸の香りなど、いろんな種類があります。置くだけタイプもありますし、スプレータイプもあると思います。これは日本語で何でしょうか？正解は、芳香剤。芳香剤ですね。強すぎる香りが苦手という人も結構いますよね。私も強い香りが苦手なので、できるだけ弱い香りのものを選びます。木の香りの芳香剤とか好きですね。皆さんの家や車に使っている芳香剤はどんなものですか？はい。5問目の答えは芳香剤でした。じゃあ次は6問目ですね。これは瓶の蓋を開けるときに使います。金属でできていることが多いですね。ビールを飲むのが好きな人はこれを使うのが上手です。旅行でお土産の店でも可愛いデザインのものがあるとつい買ってしまう人もいますね。お酒が好きな人はもしかしたら持ち歩いているかもしれません。これは日本語で何と言うでしょうか？正解は、栓抜き、栓抜きです。栓抜きといっても、ビールの栓抜きとワインの栓抜きは形が違いますね。シャンパンとかワインとか栓抜きで栓を開けるとき、ポンと大きい音が鳴るときがありますから、びっくりしますよね。はい、6問目は栓抜きでした。じゃあ次は7問目です。これはお湯を沸かすときに使う家電です。昔はやかんに水を入れて IH コンロとかガスレンジの上に置いていましたけど、これは水を入れてボタンを押すだけで使えるので便利だし安全ですよね。カップラーメンを作るときにも使います。キッチンに置いてある家庭が多いと思います。はい、これは日本語で何でしょうか？正解は電気ケトル、電気ケトルです。電気ケトルがあれば、夜間でお湯を沸かすよりも、水と電気と節約できると思いますね。最近はいろんな会社が電気ケトルの商品を販売していますけど、皆さんはどこの会社の電気ケトルを使っていますか？これもね、おすすめがあれば、ぜひ教えてください。はい、7問目の答えは、電気ケトルでした。じゃあ次は8問目ですね。これは電気が使えなくなった時に使うライトですね。最近はスマホのライトがあるので、これを使わない人もいますけど、日本みたいに地震とか台風の災害が多い国なら、家に置いてあると思います。これは日本語で何でしょうか？正解は
懐中電灯です。私の家にも懐中電灯がありますけど、最近使ってないので、電池があるかどうかわからないですね。後で確認しておかないと。もうすぐ台風が多い夏ですからね。はい。皆さんの家にも懐中電灯がありますか？どこにあるかわかりますか？はい。8問目の答えは懐中電灯でした。じゃあ次は9問目ですね。これは長さを測るときに使います。細長いテープみたいなものが中に入っています。測るときに出してしまうときは真ん中に丸いボタンがあるので、それを押すとくるくるっと中に入っていきます。テーブルとか棚とか家具を買うときにも使いますね。これは日本語で何と言うでしょうか？正解はメジャー、メジャーです。英語もテープメジャーって言うんですね。でも、どうしてメジャーっていうのか気になって調べてみたんですけど、メジャーはもともとはラテン語で測るという意味があったそうですね。はい。9問目はメジャーでした。じゃあ次は最後、10問目です。これは皆さんの家にあるかどうかわからないですけど、高いところにあるものを取りたいときに使うものです。3段ぐらいの低いのもあるし、5段くらい登るのもありますね。どちらも使わないときは折りたためると思います。家の電気の電球が切れたときにもこれに登って電球を変えることができます。はい。これは日本語で何でしょうか？正解は、脚立、脚立です。皆さんの家に脚立がありますか？私は高いところにあるものを取るときいつも椅子に登って取ったり、掃除したりしますけど、アメリカみたいに大きい家だと椅子は低くて高さが足りないかもしれませんね。うん。はい。最後の答えは、脚立でした。はい。今日はここまでですけど、皆さん全部でいくつわかりましたか？全部わからなくても大丈夫です。大切なのは少し考えることとリラックスすることです。もし途中で寝てしまっていたら、また明日続きから聞いてみてくださいね。はい。では、今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバーイ。